こんにちは、ずんだもんなのだ。今日も世界のニュースをお届けするのだ。今回は、パラオのニュースを紹介するのだ。今日紹介するニュースは次の5つなのだ。どんな国なのか、一緒に見ていくのだ。皆さん、今日は西太平洋に浮かぶ美しい島国、パラオをご紹介するのだ。パラオは、ミクロネシア地域に位置し、たくさんの小さな島々と豊かなサンゴ礁に囲まれているのだ。首都はマルキョクで、かつて日本の委任統治領だった歴史も持ち、1994年に独立した比較的新しい共和制の国なのだ。人口はおよそ1万8000人と、とても少ないのだ。その最大の魅力は、世界有数のダイビングスポットとしても知られる、手つかずの豊かな海なのだ。色鮮やかなサンゴや熱帯魚はもちろん、ジェリーフィッシュレイクのようなユニークな自然を楽しめるのだ。主要産業は観光業で、この美しい海洋資源が最大の宝物なのだ。最近では、地球温暖化や海洋汚染から海を守るため、使い捨てプラスチックの規制や、世界初のサメ保護区の設置など、環境保全にとても積極的な取り組みをしているのだ。未来の世代にこの美しい海を残そうと努力している、自然を大切にする国なのだ。一つ目のニュースなのだ。ニウエ。パラオへの渡航費で2025年パシフィックミニゲームズ不参加という記事なのだ。ねえねえ、みんな知ってるかなのだ。2025年の太平洋ミニゲームズにニウエが出場しないことになっちゃったのだ。理由は、なんと渡航費用が高すぎるからなのだ。ニウエからパラオに行くには、一人で8000ニュージーランドドル、約4800アメリカドルもかかるらしくて、新しい車が買えちゃうくらいなんだって。これが一番安いルートらしいのだ。ニウエ島スポーツコモンウェルスゲームズ協会の事務局長さんが言うには、あまりにも高すぎて、みんな棄権しちゃったのだ。しかも、ニウエの重量挙げチームは、国際重量挙げ連盟のポータルに選手登録すらできていなかったのだ。これはバーミンガムの時も同じで、彼らにとって最後の希望だったのに、で悲しんでたのだ。太平洋競技大会評議会のトップも、ニウエが約束を果たせなかったことに失望しているのだ。評議会は、費用を助けるために財政的な支援も提案したんだけど、それでも参加したい選手が見つからなかったんだって。ニウエは大会2日目からメダル獲得票から名前が消えちゃったのだ。でも、棄権に対するペナルティはなかったのだ。実は、この渡航費の問題は、ニウエだけじゃなくて、ポリネシア地域の他の島国も多くが直面していたらしいのだ。パプアニューギニアやフィジー、バヌアツの政府は、選手や関係者を送るために特別チャーター便を出したんだって。お金の問題でスポーツができないのは、なんだか悲しいのだ。二つ目のニュースなのだ。タヒチ。2025年太平洋ミニ大会アーチェリーで複数タイトル獲得という記事なのだ。2025パシフィックミニゲームズのアーチェリー決勝でタヒチが複数の金メダルを獲得し、地域での強さをはっきりと示したのだ。会場のメレケオク射撃場で開催されたアーチェリー競技では、タヒチがコンパウンドとリカーブの両方で圧倒的な強さを見せたのだ。男子 50M コンパウンド決勝では、タヒチのアーサー、デマキー選手が落ち着いたプレーで金メダルを獲得したのだ。デマキー選手は、最高の気分だけど、結局はゲームなのだ。みんなで高め合ったのだ。ってコメントしていたのだ。女子 50M コンパウンドでも、タヒチのオロール、コッテ選手が金メダルに輝いたのだ。コッテ選手は、タヒチを代表して金メダルを取れて、とっても嬉しいのだ。若い選手には、恐れずに質問して学び続けてほしいのだ。ってメッセージを送っていたのだ。この種目ではトンガも銀と銅を取って強さを見せたのだ。さらに女子 70M リカーブ決勝でもタヒチが金メダルを獲得したのだ。トンガは銀メダル、そして開催国のパラオが銅メダルを獲得して地元のお客さんから大きな拍手をもらっていたのだ。パラオの選手はプレッシャーがあったけど最高の気分なのだって言っていたのだ。このアーチェリー決勝は
メダルだけじゃなくて、選手たちのスポーツマンシップや正確さ、そして太平洋諸国の誇りを感じさせる瞬間がたくさんあったのだ。タヒチは地域を代表するアーチェリー強国としての地位を確固たるものにしたし、トンガとパラオもこれからの活躍が期待されるのだ。3つ目のニュースなのだ。ニウエ2025年パシフィックミニゲームズ不参加、パラオへの渡航費高騰でという記事なのだ。ニウエが2025年の太平洋ミニ大会に不参加を決めたのだ。理由はパラオまでの渡航費用がすごく高すぎたからなのだ。ニウエのスポーツ協会によると、選手1人につき約 8000NZ ドル、約 4800US ドルもかかって新しい車が買えちゃうくらいだそうなんだ。それだけじゃなくて、ニウエのウェイトリフティングチームは国際連盟に選手登録をしていなかったらしいのだ。これで彼らの最後の希望だったウェイトリフティングもダメになっちゃって、すごく悲しいって言っていたのだ。太平洋競技大会評議会 TGC もニウエの事態を確認しているのだ。 TGC は選手を派遣するという義務を果たせなかったことに失望していて、再生支援まで提案して一人でも選手を探したんだけど、結局参加したい選手が見つからなかったそうなんだ。この問題は大会2日目以降にメダル集計からニウエが消えていたことで明らかになったのだ。今回の事態にペナルティはなかったらしいのだ。実はこの渡航費問題はフィジーなどポリネシア地域の他の多くの島国でも同じように深刻だったのだ。パプアニューギニア、フィジー、バヌアツの政府は選手や関係者を送るために特別にチャーター便を飛ばしたそうなんだ。みんな苦労しているのだ。4つ目のニュースなのだ。太平洋ミニゲーム2025、地域の注目を集め幅広いスポーツ中継を提供という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。パシフィックミニゲームズ2025がパラオで20年ぶりに始まったのだ。雨が降っても眩しい花火と伝統的なダンスで開会式は大盛り上がりだったのだ。今回は1981年の開始以来、過去最多の2000人以上の選手と関係者が集まったとっても大きな大会なのだ。このゲームズへの注目度は地域全体で急上昇中なのだよ。開会式は公式 YouTube チャンネルでなんと2万人近くもの人が見てくれたのだ。 SNS でもたくさんのハイライトが共有されているのだ。もしみんながこの熱い戦いを応援したいならオンラインで無料で視聴できるのだ。 YouTube のパシフィックミニゲス2025や公式サイト www パラオ 2025pm.com で見られるのだ。もちろんパラオの地元テレビ局でも放送されているし、太平洋地域の31のテレビ局でもパスフィカテレビとの協力で広くカバーされているのだ。 Facebook のパシフィックミニゲス2025をフォローすればリアルタイムの写真や舞台裏の様子もチェックできるのだ。これで太平洋中の家族や地域のみんながアスリートたちの頑張りを応援してスポーツの精神を一緒に楽しめるようになっているのだ。ぜひ見てほしいのだ。5つ目のニュースなのだ。2025年パシフィックミニゲーム公式サイト開設という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。2025年にパラオで開催される太平洋ミニゲームズの公式ウェブサイト www パラオ 2025pmg.com が6月25日にいよいよオープンしたのだ。この新しいデジタルプラットフォームは選手や観客、サポーター、そして太平洋地域の皆さんにとってゲームの情報が一堂に集まる大切な場所になるのだ。サイトでは毎日更新される競技スケジュールや試合の結果、メダル獲得数、観客向けの詳しい情報が見られるのだ。それからライブストリーミングや毎日のハイライト映像も配信される予定なのだ。もし天候など何か重要なことでスケジュールが変わってもすぐにサイトでお知らせしてくれるから安心なのだ。さらに公式サイトだけでなく Facebook の公式ページ、
ハップス、www.facebook.com、パロー2025キムでも最新情報やコミュニティ活動がサポートされるのだ。これでみんながもっとゲームを楽しめるようになるのだ。パラオは美しい海を守る素敵な国なのだ。ニュースではパシフィックミニゲームズの盛り上がりと渡航費の問題が報じられたのだ。でもスポーツがつなぐ絆はとっても強いのだ。パラオの海のようにみんなの心も輝くのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。